にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、簡単手作り、クラフトレモネードを作っていくよ。レモネード作りですか。レモンのスカッとした清涼感がいいですよね。意外と身近な材料で、レモネードって作れちゃうんだよ。スパイスを加えることで手作り感、クラフト感が出せちゃうのだ。去年はシロップ系だと、ジンジャーエールを作りましたね。そちらもぜひ見てみてください。では早速、簡単に作れちゃうクラフトレモネード、作ってくよ。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。まずはレモンをカットしていくよ。しっかり洗ってヘタを取っちゃおう。だいたい防腐剤が塗ってある場合が多いから、一回スポンジでゴシゴシするといいよ。なるべく薄めに切ろう。煮詰めた後、果肉もパクパク楽しめちゃう。切れた。お鍋にグラムを測ります。再現性を出すために正確にグラムを測ってるけど、多少の果肉の増減は大丈夫です。数枚は最後の飾りに残しておこうかしら。そして生姜ちゃんです。サボテンダーみたい。使うのはこれくらい。レモネードでもジンジャーエールのように生姜を使うのですね。入れるって言っても少量よ。生姜ちゃんが主体にならない程度のアクセント。レモンだけじゃなくて香辛料として他の材料も入れることで味に深みが出てクラフト感が出るのよ。薄めに切ろう。お鍋にそしてお砂糖を入れます。コクを出すためにミネラルたっぷりの三温糖を使ってるよ。お好みのお砂糖で OK。 そこにお水、そして蜂蜜。レモンと蜂蜜の組み合わせは鉄板。蜂蜜のコクと風味が合うのよね。軽く混ぜの。最後にもう一つスパイス、シナモン酸。これ1本入れるだけで全然違うのだ。シナモン苦手な人は抜いちゃおう。では加熱。ファイヤー。1回沸いたら火加減を調節して弱めにブクブク沸き続けるくらいにしよう。レモンたちがしんなりしてスケスケになってきたら OK。 スケスケ。レモンたちも薄めに切ったからを6分もすれば多分いける。しんなりしてきたから火を止めるよ。このままゆっくり冷ますことで味がなじみます。果肉もより染み込んで美味しくなる。粗熱取れたらきれいにした器、瓶とかに入れちゃおう。シナモンさんは取り除いてあげてね。これで炭酸水やお水で割れれば完成。それではいただきます。レモンの香り、フレッシュさがスーッと伝わってくる。ジンジャーとシナモンを入れてることで味に深みがあって、私が作ったんだっていう手作り感、クラフト感が出ていいの。今回は簡単手作りクラフトレモネードいかがだったかしら。お家でも本格的に作れるのがいいですね。他にもジンジャーエールやサングリアなどの動画もありますぞ。ぜひそっちも見てみてね。サングリアアイスみたいにレモネードもちょっと薄めて凍らせたら美味しそうなアイスになりそう。そんな手もありですな。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。コメントも気軽にお待ちしてます。